皆様こんにちは。今回は1万円台で買えるコスパ最強のポータブルディスプレイオーディオを Swift スポーツに導入したので、ディスプレイオーディオって普通のナビと何が違うのか、何が便利なのかを実際に使って徹底的にレビューしていきたいと思います。ということで今回レビューするのが京葉エンジニアリングという日本のメーカーから出た超小型ポータブルディスプレイオーディオ。早速開封するとこれが本体。持った感じめっちゃ軽くて 8.1 インチのモニター、背面にスピーカーが搭載され、サイドに電源用 USB-C や AUX ケーブル用の穴、別売りのリアカメラ用の穴があります。本体以外には取り付け方から使い方までかなり詳しく書かれている説明書、シガーソケットから電源取るケーブル、モニターを固定するスタンド、補助電源ケーブル、これだけですね。なのでDINに入れ込む大型のディスプレイオーディオと比べるとだいぶシンプルです。あっちだと車の内装を剥がして大量の配線をつなぐ必要あるので、素人では取り付けが難しすぎてプロに 2,3 万円払って取り付けてもらわないとダメですが、これなら正直1分で取り付けできると思うので、早速実際に取り付けてみます。まずはシガーソケットに電源ケーブルを差し込んで、あとはディスプレイオーディオ本体をダッシュボードの見やすい位置に置いて、横から USB-C ケーブルさせば完了。今見た通りめっちゃ簡単です。なので配線気にしないのであれば1分もいらないですね。ただ配線適当だと汚いので、横から出た配線を見えないように隙間に入れ込んで、サイドピラーの下側が空洞になってて足元まで持っていけるので、大体の車はそこ空洞になってるので、そこにケーブルを通してあげれば配線を極力見えないようにできます。サイドピラーさえ外せば誰でもできるので、隙間を探してケーブルをひたすら隠してください。それでは取り付けが終わったので、早速どんな感じか見ていきたいと思います。エンジンをつけると勝手に電源がオンになってモニターがつきますね。だいたい5秒ぐらいなのでかなり起動が早いと思います。ここまでできたら、あとはお手持ちの iPhone やスマホをつなぐだけですぐに使えます。つなぎ方も簡単で、まずディスプレイオーディオの電源が入った状態で CarPlay のアイコンをタッチ。そうすると iPhone 本体の設定から Bluetooth でこれ探してくれってのが出るので、 iPhone の設定画面から Bluetooth まで行ってタップするだけでこんな感じですぐにつながります。もうこれで完成ですね。この後にディスプレイオーディオ本体で使いたい地図アプリとか音楽アプリをアプリストアやインターネットからダウンロードすると思ってる方いるかもしれませんが、これ実は iPhone に入ってるアプリがディスプレイオーディオ対応のものだと何もせずに自動的に最初から使えるようになってるので、本体をダッシュボードの上に設置して iPhone とペアリングすればほんとすぐに使えます。今見せた通り誰でも取り付けできるので、綺麗に配線するのに10分くらいかかるかもですが、それ終われば3分で使えるようになる超簡単なディスプレイオーディオですね。それでは早速アプリの使用感など実際に見ていきたいと思います。まずはディスプレイオーディオのメイン機能である地図アプリ。こんな感じで iPhone と変わらずに綺麗に地図を表示できます。ただこの8インチの画面の大きさなら正直ディスプレイオーディオ使わずに iPhone をダッシュボードの上に固定して使ったらいいんじゃないかと思った方めっちゃいると思います。その使い方は冬であればいいと思うんですけど、夏とかになると運転席から見えるところに iPhone をスマホホルダーに固定して使ってると、太陽が iPhone に当たって本体が熱くなりすぎて熱暴走して画面に本体が熱くなりすぎてるので一部機能を制限しますみたいなメッセージ出たことありますよね。その状態になってしまったら冷えるまで使えなくなります。それの何がしんどいかというと、行ったことがない道が一切わからないところでいきなりナビ使えなくなるのが結構しんどいです。もちろん車の中なので大体の人が充電しながら iPhone 固定してると思うので余計に熱くなります。特にマグセーフとかのワイヤレス充電なんてしたら一瞬で持てないレベルで熱くなります。その状態で夏場に走ったら速攻で熱暴走して止まります。そこで今回のようなディスプレイオーディオを使うと iPhone 本体はセンターコンソールとか完全に太陽が当たらない日陰に置いておくことができるので iPhone が熱くならず熱暴走の心配をせず安心して使うことができます。これがディスプレイオーディオを使う最大のメリットかなと思います。ただしモニターサイズが8インチでダッシュボードに取り付けたモニターを触って指で文字入力することも全然できるんですけど、見てもらったら分かるように文字入力もまあまあ小さくて、それを指で一個一個入力するのは正直めんどくさいので、おすすめの入力方法は iPhone に搭載されている最新の Siri を使って全て声で入力するやり方です。例えばこんな感じ。Hey Siri、 関西国際空港までナビ。関西国際空港への経路をお調べしています。関西国際空港への経路の案内を開始します。
こうすることで完全にハンズフリーで目的地の設定が声だけでできるのでだいぶ楽です。 iPhone の音声認識も去年に Apple Intelligence が新たに搭載されたおかげで精度めっちゃ上がってるので全部声で操作できます。 Android の人も Google の最新の音声認識機能を使えるので全く問題ないです。やっぱり車で使うものなので運転中はスマホ触れないので最先端のハンズフリーが使えるのがいいところですね。逆に8インチと Nintendo Switch より小さくダッシュボードの上に置いて使うタイプなので取り付け位置によっては手が届きにくいとかもあるのでハンズフリーで全て操作するのがいいかなと思います。それか駐車場とかで安全に止まってる状態なら例えば iPhone を操作して目的地設定してナビスタートしたらディスプレイオーディオの画面も勝手に切り替わってナビが始まります。なのでお手持ちのスマホがリモコンになるので普段慣れたフリック入力でサクッと目的地入力したりルートが選べます。おすすめの操作方法は取り付けたディスプレイオーディオには一切触らずにハンズフリーで声で操作するか iPhone で操作するのをおすすめです。そっちの方が正直早いですしモニター本体に触ると指紋とかも気になってくると思うのでディスプレイオーディオ本体はスマホの外部モニター的な使い方が今回のタイプだとおすすめですね。地図アプリ以外だと例えばこう言うと Hey Siri 音楽かけてメタルミックスを再生します。こんな感じで普段使ってる音楽アプリで音楽の再生もできます。またこれは最近使えるようになったんですがラジコというインターネット回線を使って全国どこにいても日本中のラジオをリアルタイムで聴けるようになったので例えば浜松で運転してる時に大阪の FM802 をリアルタイムでディスプレイオーディオで聞くこともできるので意外と転勤とかで地元のラジオ聴きたくなることあると思いますし FM ラジオと違ってスマホのネット回線を使ってラジオを流すためラジオ特有の音悪い問題が一切なくめっちゃクリアに聞けます。音自体は本体裏側にスピーカーが内蔵されてるのでこういう感じで音出せます。まあ普通のスピーカーですね。それ以外にはこちらまさかの本体に FM トランスミッターが内蔵されてて車のラジオの周波数を決めてあげれば車のスピーカーから音出すこともできます。まあ FM トランスミッター使ったことがある人なら分かってくれると思いますが音質はやっぱりラジオ経由なのでそんなに良くないです。ただ FM トランスミッターがあることでケーブルがごちゃごちゃせずに見た目すっきりにできるのはメリットですね。音質を求める方はオークスケーブルを本体と車のオーディオにつなげば車のスピーカーから綺麗に音を出すことができます。今からディスプレイオーディオを買って取り付ける人は DIN に入れ込むこういう大型を普通は選ぶと思いますが ND ロードスターとか軽トラとかの一部の車ってナビ取り付け用の DIN がないとかあると思うので普通のカーナビが付けれないそういう車に乗ってる方にとっては今回のポータブルタイプはコンパクトで使いやすいかなと思います。 Android オートや CarPlay 以外にもスマホのミラーリングにも対応してて Netflix や Amazon などの映画は見れない仕様なんですが YouTube や Instagram、TikTok などの SNS や動画はモニターで見放題です。そしてこれ地味に嬉しいポイントですが本体にテレビチューナーが内蔵されていないので NHK の契約が不要なこと、そもそもチューナー入ってれば車でしか使わないのに NHK の料金払わないとダメとか正直意味わからないんですがこれであればチューナーレスなのでうざい NHK の集金の人が来ても全く問題ないですね。今回実際に取り付けて今がちょうど7月で外の気温が36度ぐらいとめちゃくちゃ暑いんですがその状況でドライブしててもディスプレイオーディオ本体の映像がフリーズするとか熱暴走して画面消えるとかもなかったです。もちろん iPhone やスマホとはワイヤレスでつながって一度初期設定さえすれば車乗ってエンジンかけたら次からは勝手にカープレイの画面が表示されるようになるので毎回 Wi-Fi の設定画面行ってつなげるとかの面倒なことしなくていいです。別売りのリアカメラを買えばギアをリバースに入れたら自動的にモニターの映像が切り替わって後方確認もできて駐車するときに絶対に必要な機能も使えるようになります。これがあると駐車場で後ろの障害物や車止めをしっかり見れるので特に軽トラや後方視界が悪い車ではめっちゃ便利というかないと無理ですね。今回のディスプレイオーディオは普通の DIN がついてる車の人だと正直いらないと思いますが ND ロードスターや軽トラ、トラックや一部の外車に乗ってる人などに刺さるものかなと思います。普通のカーナビと比較するとディスプレイオーディオはスマホと地図アプリに完全に依存するので電波の届かない山奥や首都高の地下トンネルだと自社位置の通信が途切れてしまい位置情報の更新が止まって例えばトンネル入ったところでフリーズして抜けたらワープしてくる問題がたまに起きてそこが慣れてないと使いにくいです。そのため首都高を頻繁に走る人や山奥の県外に住んでる人は買うと失敗する可能性高めでそれ以外の人は iPhone と組み合わせることで
昔からあるカーナビでは無理な Spotify や Amazon Music などのクラウドで音楽聴き放題サービスが家だけでなく車でもそのまま使えて、地図アプリも常に最新の地図データに自動的に更新されるので、カーナビみたいに地図データ買って手動でアップデートする作業も不要。必要であれば LINE の通知があるかこんな感じで聞いてみたり、Hey Siri、 LINE の通知来てる？ LINE からの通知はありません。 LINE 以外にはカレンダーの予定をこういう感じで聞くことも可能。 Hey Siri、 来週の予定教えて。火曜日終日の鳥取旅行が予定されています。なのでスマホでできることがほぼ全部車の中でもできるようになるので、普段から iPhone をずっと使っててエンタメ重視の方は買って絶対に失敗しないですね。これ一つあるだけでカーナビの最上位機種レベルのハンズフリーや音声認識機能 AI が車の中で使えるようになり、スマホと連携できて普段のクオリティオブライフだいぶ上がるので、ここまで話聞いてもし気になった方は動画の下にある概要欄に詳細を載せておくので、ぜひ値段とか他の方のレビューを読んでいただければと思います。この動画が参考になったなと思った方はチャンネル登録かいいねを押してもらえるとモチベーション上がるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。